時代により移りゆく、悪の組織。今回はそんな悪の組織の目的と、ボスが使ったポケモンたちを紹介するぜ。憧れるわ。どうしたんだレイム。一度でいいから悪の組織に入ってみたいの。誰しも一度はそういう時期あるよな。ボスに従って理想の世界を目指すのはもちろん、組織内の情報を掌握するスパイとして潜入するのもいいわよね。気持ちはわからなくもないぜ。でも悪の組織にも色々あるから、目的は知っておいた方がいいかもしれないな。悪の組織って世界征服だけが目的じゃないの？ポケモンの世界の悪の組織にもいろんな企みがあるんだ。知らなかったわ。ねえマリサ、歴代の悪の組織のボスと使ったポケモンたちを教えてちょうだい。了解だ、レイム。今回は悪の組織のボスが使ったポケモンの平均種族値を割り出して、ランキング順で紹介していくぜ。レインボーロケット団は除いたものになってるから、そこはご了承願うぜ。最下位はアポロで、平均種族値は390だ。その前にアポロって誰なの？ポケモン金銀、ハートゴールドソウルシルバーでラジオ等をジャックしてロケット団復活を目論んだ人物だ。金銀では無名の幹部として登場するんだけど、ハートゴールドソウルシルバーでは名前がしっかりついてるぜ。そうだったのね。一応ボスなのに名前がなかったのはかわいそうだわ。確かにな。榊が解散させたロケット団を復活させるために、電波を通じて榊に呼びかけようなんて、よっぽど榊に浸水してたんだろうな。榊ってカリスマ的存在だしわかる気がするわ。主人公に負けた後は、潔く敗北を認めて、榊がそうしたようにロケット団を解散させるんだ。引き際も榊をリスペクトしてるのかもしれないわね。第10位はポケモンピカブイに登場した榊だ。ポケモンの平均種族値は480で、最下位のアポロよりも90も高い。ロケット団のトップかつ、時はジムのジムリーダーだ。悪の組織のトップなのにジムリーダーもやってるのね。そこが彼の人気を後押ししている部分でもある。地面タイプのジムリーダーで、2度キングと2度クイーンが手持ちにいるのが印象的だな。ロケット団って悪事を働いてた印象は強いけど具体的にどんなことをやってたのかしら？シルクカンパニーっていう大企業を支配しようとしたり、玉虫式のスロット経営に関わったりと現実のマフィアに近いことだぜ。マジモンの悪党だわ。それでいてジムリーダーとして表舞台にも立っていたんだから、アポロのような榊を崇める部下が生まれたんだと思うぜ。第9位はポケモンウルトラサンムーンに登場したグズマで、ポケモンの平均種族値は496だ。虫タイプの使い手で、スカル団のリーダーだ。グズマはどんな悪事を働いたの？スカル団はアローラ地方の道を封鎖するならず者集団ってとこだな。組織でありながら、特に目的がないんだ。街中の不良って感じね。その分根っからの悪でもなくて負けた時に、グズマ何やってるんだって自分自身を責めるんだけど、ポケモンたちを責めることは一切ないんだぜ。不良って仲間を大切にする文化があるわよね。下っ端がボスのためなら 200% 出し切るというほど、慕われてるし、レインボーロケット団との戦いでは味方として参戦してくれたりもするんだ。なんだか憎めないボスだわ。第8位はポケモンサンムーンに登場したルザミーネで、ポケモンの平均種族値は 499.6 だ。エーテル財団のボスで、裏からスカル団を操っていた人物だ。セリフ的にはあんまり悪そうな人に見えないわ。エーテル財団は表向きには傷ついたポケモンの保護と、ポケモンの研究を行う団体だからな。あら、裏の目的があるのね。ルザミーネ個人の、ウルトラビーストを呼び、暴れさせるっていう願望が主眼だ。ウルトラビーストたちに対して歪んだ愛情を抱いているんだぜ。でもそんな個人的な願望に職員たちはついてくるのかしら？ほとんどのエーテル財団員は真の目的について知らされていないんだ。なかなか闇が深い組織ね。同じポケモンたちを使うスカル団に対してエーテル財団の職員は誰一人として、同じポケモンを使わないっていうのも象徴的だな。ってことで次行くぜ。第7位はポケモンオメガルビーに登場した松房だ。ポケモンの平均種族値は 501.2 で、ここからは平均種族値が500を超えてくるぞ。マグマ団のリーダーで、大地を広げることを目的としている組織だぜ。大地を広げてどうするの？人類のさらなる進化、発展を目的として、活動領域を増やすためらしいぜ。そのために大地の化身であるグラードンを操ろうとするんだ。言われてみればなんとなく理解できる理由だわ。一応悪の組織に分類されるけど、彼なりに人類の理想の世界を追求してるんだぜ。正義と悪について考えさせられるわね。
余談だけど、まつぶさはメガ進化に必要なキーストーンがついたメガメガネっていう、アイテムを装備しててリメイク前と印象は結構変わってるかもしれないな。なんだかネタっぽい名前ね、メガメガネ。手持ちの爆弾がメガ進化できるようになって、確実に強くなってはいるんだぜ。第6位はポケモンアルファサファイアに登場した青霧で、ポケモンの平均種族値は 503.7 だ。アクア団のリーダーで、まつぶさと対をなす存在だな。マグマ団が悪の組織ならアクア団は正義の味方かと思ったけどそうじゃないのね。ああ、そうなんだ。大地が支配する世界では青霧がそれを食い止めようとするんだけど、海が支配する世界では青霧が率いるアクア団は悪の組織だ。青霧はセリフ的にはポケモンを大切にするみたいね。アクア団の目的はポケモンの理想郷を築くだからな。海王ガの力を使って、すべての生き物にとってかけがえのない海を広げようとするんだ。まつぶさは人のため、青霧はポケモンのためって感じで対になっててわかりやすいわ。性格も対照的で、まつぶさは冷徹、青霧は豪快なんだぜ。順位はベトベトンとマタドガスの差でなんとか青霧が勝利だ。第5位はポケモンブラックホワイト2に登場したゲイチスで、ポケモンの平均種族値は 516.1 だ。プラズマ団のボスで人間に従属するポケモンの解放を目的としてるぜ。この人もいい人そうね。いや、ゲイチスは悪人だ。なんで？ゲイチスの真の目的は人々とポケモンを切り離した上でポケモンを自らのものにし、誰も逆らえないようにすることだったんだ。とんでもない大悪党ね。だから団員の多くは悪事に関わってるというよりはいいことをしていると思ってるんだぜ。騙されてるわ。ブラックホワイト2のゲイチスのサザンドラは、ナツキドと反比例して威力が増加するやつあたりを、最高火力で撃てたり攻撃するたびに HP が減る命の玉を持たされてて、ポケモンへの愛がないことが伝わってくるぜ。ってことでゲイチスの紹介だったぜ。第4位はポケモンダイヤモンドパールに登場した赤城で、ポケモンの平均種族値は519だ。銀河団のボスで、宇宙エネルギーを使って世界を平和にすることを目的としている。建前っぽいわね。ああ、その通りだ。赤城の真の目的はディアルガ、もしくはパルキアを用いて、世界を壊滅させること。そして新たな世界を創造することだったんだ。手持ちは強そうなポケモンが多いわ。どのポケモンも種族値が500を超えていて、ストーリーでは苦戦するボスだと思うぜ。赤城も榊と同じく悪のカリスマ的存在で、幹部のマーズは銀河団を辞めた後にボスを探す旅に出るほどなんだ。なんだかアポロと榊の関係に似ている気がするわ。持ち前のカリスマ性のおかげか、夏木進化のクロバットもしっかり手なずけてるぜ。ってことで4位の赤城の紹介だったぜ。第3位はポケモンブラックホワイト2に登場したアクロマで、ポケモンの平均種族値は 520.8 だ。彼はブラックホワイト2で犬が失踪した際に、ゲイチスがリーダーとして任命した人物だ。ゲイチスより強いじゃないの。アクロマは悪の組織の人物としては珍しく、ストーリークリア後も対戦することができるんだ。その時の手持ちだからかなり強くなってるぜ。パーティはなんとなく統一感があるわね。研究者っぽいパーティだよな。すべてのポケモンが変化技を覚えてて、テクニカルな戦いができるあたりも、アクロマの性格が出てる気がするぜ。やっぱり見た目通り研究者なのね。ああ、そうだ。アクロマはポケモンが秘めた潜在能力について研究していて、そのためにプラズマ弾を利用してるんだ。ゲイチスの忠実な下僕ではないの？むしろアクロマはゲイチスを俗な欲にまみれた人間と嫌ってるんだ。逆にゲイチスはアクロマのことを純粋な人間だからダメだと評していて、本来だったら噛み合わない二人なんだぜ。なんだか不思議な関係ね。たまたま目的が合致したから協力したって感じだろうな。第2位はポケモン XY に登場したフレア団のボス、フラダリだ。ポケモンの平均種族値は 540.5 でメガララドスが平均値を大きく上げている。フレア団は争いのない美しい世界を作ることを目的に活動してるんだが、手段がヤバかったんだぜ。どんな手段を取ったっていうの？争いを生む人間、ひいては争いの道具になるポケモンを消し去ろうとしたんだ。そのためにフレア団はポケモンの大量捕獲を行ったんだぜ。そして捕まえたポケモンは、命を吸って起動する古代兵器を動かすために使ったんだ。やってることめちゃくちゃじゃない。当然賛同者は少なかったのよね。フレア団の一員は新しい世界でも生きていくことが許されてるから、自分が消されることを恐れてフレア団に入団する人も結構いたみたいだぜ。カロス地方では経済、報道にフレア団が深く根付いているのも、多くの人間がフレア団に志願していたことの裏返しと言えるだろうな。強大な力を持つ悪って恐ろしいわね。手持ちのギャラドスはメガ進化すると体勢がガラッと変わるし、
元々の種族値が高いから直前で仲間になる。ゼルネアス、イベルタルを使わないときついかもな。フラダリはどうしてこんな手段を取ることにしたの？昔は正真正銘の善人で、貧しい人にお金を分け与えてたんだけど、それでも貧しい人は一向に減らず、奪い合いを減らすためには、人とポケモンの総数を減らすしかないと考えるようになったんだぜ。そうだったのね。過去を知ってなんだか悲しい気持ちになったわ。第1位に輝いたのはポケモンブラックホワイトに登場した N だ。ポケモンの平均種族値はなんと 551.1 と550の大台を突破してるぜ。N はプラズマ団のボスでありゲイチスの息子だ。ゲイチスの息子なの？ああ、幼少期に森に捨てられてしまった N のことを拾ったのがゲイチスだから、血のつながりはないんだけどな。ゲイチスの野望に N は賛成できたのかしら。N 自身、ポケモンの言葉がわかることから、ポケモンは友達。すべてのポケモンを人間の手から解放する。って考えはあったみたいだぜ。N もゲイチスの真の目的は知らされてなかったのね。その通りだ。ブラックホワイト2ではプラズマ団は世界征服を支持するゲイチス派と、ポケモンの自由を主張する N 派に分かれてるからな。N は変わってるけど悪人には見えないわ。そうだな。N は数学の天才で頭の回転がとんでもなく速いんだけど、天才は変わり者が多いってよく言うしな。ちなみに N のメッセージ速度だけ設定よりも速くなるっていう仕様もあるんだぜ。だいぶ凝った仕様ね。普通にプレイしてたら気づかなさそうだわ。そして N の手持ちなんだけど、直前にゼクロムかレシラムを捕まえるイベントがあって、開幕で伝説同士がぶつかり合うっていう展開が熱いんだぜ。他のポケモンも種族値が軒並み高いわね。ちなみに N との対戦はギアル以外毎回手持ちが変わってたり、それでいて、ポケモンたちのレベルは均一化されていたりして、N がポケモンたちに対して平等に接していることがわかるんだ。そんな N だからこそ、伝説のポケモンも力を貸したのかもしれないわね。歴代の悪の組織を見てきたけどレイムが入りたい組織はあったか？難しいけどとりあえずゲイチスの下にはつきたくないわね。それには同意だ。コメント欄では、悪の組織に関する思い出について語っていってくれたら嬉しいぜ。面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録を。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。